日進月歩塩田正宏です。今日は正草先生をお呼びしてます。どうぞ。どうもこんにちは。はい、よろしくお願いします。またよろしくお願いします。はい、で、私がちょっと聞きたかったのは、はい、もう今その合気道界でも振り玉っていうのはなくなっ、やらないところが多いんですよ。やらないですね。もう結構なんか宗教的な意味があって。はい、やらないとかそういった理由にこうなってきてるんですけども、意味とかをちょっと先生3300回やってるとか拝見したんで、はい、そんなどういう意味があるのかなっていうのをお聞きしたいですね。はい、はい、すごく参考になることだと思うのでお話しさせてもらいます。はい、周哲先生もそうですけども、今一生懸命武道を研究している人、もちろん千葉先生もそうですけども、先輩とか生きてた先輩もそうですけど古文書とか、書いてあるもので合理的じゃないものみんなこう削除していってたんですよね。でもね、せっかくそれなりに熱心にやってるんだからそこに意味があるだろうってもう一回問い直さなきゃいけないわけと僕は思うんですね。で分かんなくても取り入れてみると。実は、特に、言ってもいいかもどうなのか分かんないですけど、はい、合気会の方でそういうフルタムとかね、もちろん養親歌もめったにやらなかったですけど、寒稽古ぐらいにしかやらなかったですけどもやってない、このフルタムということありますが、はい、これよく考えてほしいんですが、神道というものがありますね。神の道と書きますが神道で、よく考えてみたら鳥居っていうとこを通っていって何かして帰ってくると。そこに教祖もいなかったり経典もなかったりする。あるのは例えばお百度参りとか言って行があるだけという中にありますね。それと同じく古玉もですね、あるけどもよく意味が分かんないけど存在するっていう。で一見すると非合理で何で貧乏ゆすりみたいじゃないかということでやらない場合が多いわけです。でもそこに意味があるんじゃないかっていうところで研究しなきゃいけないわけですね。例えば有名なね、こういう大本経の印があります。これは説明やりました？やりました。ご存知だと思いますが、一般稽古になかったんですが、で我々内弟子だけが、1時間とかですね、こういう姿勢で正座して、でその後「はい立って!」って言ってね、1時間ピャッ立って礼して、その館長先生が下に行ってる間ですね屈伸して、それから稽古を始めると。また館長先生が上がった稽古を始めるっていうのがあったんですが、実はこれをね、さっきちょっとお話したかね、はい、ひまわり幼稚園の子供には全員やらせたんですよ。やっぱり館長先生偉いですから、僕らが話しかけるっていうとなかなかないんで、館長先生の練馬のお家に私が往復の車の運転手にする時、館長先生幼稚園児にこれをやりたいんですがよろしいでしょうかとか聞くわけです。そういう時しか聞けないですからね、はい、偉いから。いいよみたいな感じでね運転手されてたんですよね。でその時に、ね、はい、そこはもう唯一の先生と喋れる機会で、何でもその時間に館長先生拓殖大学時代の大山正先生はどんな人だったんですかとかいろんなことはですね全部その時聞くんですけどね、はい、それで実は幼稚園児に教えるとね、正座はつまんないけどこうやるとね忍者みたいで、ね、子供が喜んでやるんですよ。でちょっと複雑な手を指をすると余計面白いみたいで、これよりもこの方が喜ぶんです。そうです。自分に向けてるんです。そうです。はい、じゃあみんなでニンニンをしようとか言ってですねやるんですよね。それと同じくですね、今からやるこの古玉っていうのもですね、宗教的行事と勘違いされてますが、そこには身体的科学があるんです。年を取るとですね、一番最初に足腰がダメになってきます。ご存知の通りプロレスラーは1000回2000回、毎日最低で2000回ぐらいはスクワットをするわけですね。本当なのかで分かんないですけど、あんだけの回数やるっていうのはですね2本ぐらいだったと言います。2000回もスクワットをすると。ちなみに我々、空挺部隊っていうのは100回200回の腕立てが普通だったんですけど、ただ回数っていうのはすごく意味があるってことを一つだけ覚えておいてください。回数っていうのは。さて話をします。この古玉っていうと、これがなんとなく宗教儀式だと思うならば、この手はやらなくてもいいですから、これでも結構です。この揺らしだけでもいいです。
で大切なことは膝を曲げてやるんじゃない。この腕立て伏せもですね、伏せる力は重力ですね。登る力だけが筋力ですよね。伏せる力も筋肉使って、登る力を使ったらすぐできませんけど、降りる力は極力力を使わないで重力をしてその反動で上げるってこと。だから腕立て伏せというよりも正確に言うとやっぱりプッシュアップなんですね。それと同じくこれも膝から曲げるようにすると壊れます、まして3000回もやったら確実に壊れます。そうじゃなくてこの股関節を曲げるようにするんですね。曲げるようにするんです。でまるでプロレスラーが3000回スクワットしたような気持ちでここから曲げて結果的に膝を曲げるということです、そうしますとね、老人とかみんな年を取るとみんなここから弱くなってきますね。ハムストリングスがなくなってくるんです。そうするといろんな体の障害が起こってくる。あるいは膝も正座もできなくなってきます。その時に砂時計ってありますね。砂時計をちょっと詰まってるとこうガタガタって揺らしますよね。ガタガタって揺らしてでも下に落とそうとしますよね。ですから大きくよりも細かいほどいいんです。ですからこの振り玉はですね、大きくやるんじゃなくて細かいほどいいんです。こうやって細かいほどいいんです。でやってみるとね、そんな長い時間かかんないんですよ。100回で大体ですね、人によりますけど1分ぐらいです。これがまた面白くて、先生数息間って知ってますよね。数息間っていうのは数を数えて瞑想する、1みたいなね、10までいってない、もう一回1って数を呼吸を吐きながら数を数えていくと瞑想法があります。不思議なんですけどね、これを数えてくださいって言うとね、女の人数えられないんですよ。地図を読めない女性って言いますけどね、数はあんまり女性苦手みたいで3300回もとても数えられないんで、だいたい1分で100回だから33分やろうと思えばいいんです。でもちろん最初は1分で結構です。せっかくちょっとギャラリーいますから一緒にやりましょう。立ってください。いいですか。騙されたと3300ってその数字も意味はそれで言うと長くなるから今日はあれですけどわかりました。いきますよ。いきます。説明一緒にやりましょう、こう思ってですね、ここだけ細かくね、はい、自分の中の砂おろしだと思ってください。股関節に詰まった砂おろし、はい、たった1分だけやります。せっかく動画を見てる人もやってください。見ててもダメです。いいですか。一緒にやりましょう。はい、このままです。誰でもできますよ。はい、はい、大体今3、40回ですね。はい、飽きたら反対側にしてもいいですよ。あるいはこうしても自由ですけども、手は気にしなくてもいいです。ですから手を振るんじゃないですよ。手を振っても何にもならないんですから、手をくっつけた状態でまるで手を振ってるように見えるだけで、手を振っても何の意味もないですから、くっつけた状態で手が触れてるように見えるだけです。今大体5、60回ですね。はい、あと数十回です。頑張ってください。手を変えてもいいですよ。はい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 、あと10回ぐらいです。はい、はい、結構です。どんどんですね、今の時代膝が悪くなってきます。昔は、こうやって養便をしたもんですが、こういう姿勢がなくなってきて、昔ヤンキー座りって言ってこういう姿勢でコンビニの前にいましたけど、今ヤンキーもヤンキー座りしません。でこの姿勢は相撲取りの姿勢に近いわけですけども、我々はここを洋式便器でどんどんここの詰まりがひどくなってますから、自分でこれをやります。でこれはたった1分ですよね。自分で5の線を引いてもいいですから、最初は100回できたら1回で300回ですよ。でそれを1日で11回のつもりで言います。いっぺんにやってもいいですよ。まるで体が変わってきます。ものすごい運動量なんです。下から気が入ってくるのが分かってきます。だからこうやって例えば誤解してね、上島先生がこうやってんだこうやってんだとかで、こうやってんだ、10回20回やってはい何かやったって何の意味もないです。回数ね、この基本動作の例えば
非力の要請もそうですけど、1、2回やったって何の違いね、1日で1万回やれとは言いませんけど、回数ってね、先生もたくさん型の稽古されたからあると思いますけど、もう回数の中にたくさんの秘密があります。その一つがもう誰でもできます。貧乏ゆすりと思ってください。でも結構です。例えば中継こうやって震えてる人、今日車来る時で、ね、タクシーこうやって震えてましたけどね、震えてバランス取ってるんですよ。あの人が震えないとですね、震えないともっといっちゃいます。震えてバランス取ってるんです。ですから最大の聞いたことあると思います。野口生態で活芸運動っていう、こんな動きをしなくてもですね、これも十分衰退街路系の貧乏ゆすりです。よく貧乏ゆすりでこうやって監督でこういうふうにしてる人っていますですね。で一番大きな貧乏ゆすり、ね、実はこれ大金ゆすりかもしれませんが、これをぜひですね、何気なく見た人もう一度だけ言います。手を振るんじゃないです。手が震えてるように脇につけてるだけです。あるいは簡単ですから、信号待ち、エレベーター待ちでもこうやってるんです。あとは卵焼きがもう少しできるなでもいいです。短い時間にいいです。本当に騙されたと思ってね、運動しない人、これね、雨が降ってもね、雪が降ってもね、風が吹いてもね、家の中でもできるんです。これは一見貧乏ゆすり。僕は砂落としと呼んでます。これに溜めている砂を下に落とすという、本当にここに溜まるんですよ、いろいろな不純物が。これを落とす。これをやりますとですね、体がものすごく変わります。ですから武道に関係ない、あるいはもう体が動かないっていう人もね、これぐらいはできる。極端な言い方しますと、ね、例えば寝ててもう立てないっていうんだったら、自分の中でこうやってやるだけでいいんです。よくヤクザが金を取るときゆするって言いますが、ゆすりと言いますが、ゆすられるっていうのはすんごい意味ある言霊なんで、その話言うと長くなるから話しませんが、もう一度言いますが、1回2回無意味、最低で300回300回を1日やったところで意味がない。できれば300回を2回3回、悩みがあったら悩んだままにゆすってください。一つもこれも大事な瞑想法であり、野口生態でいうとこの活芸運動の誘導法の一つです。最後の1回だけはぐーっとしゃがんで戻っても結構ですけども、この単純な動作の中に非常に体から下からエネルギーが来る。地面から来るから力と言います。地面から来るから力と言いますが、その力が下から来るという合気道にとっても大事な概念がこのプルタムにありますから、ぜひ先生も1日騙されたと思って3300回1回やってみてください。それを10日続けるとだいぶ変わりますから、面白いことが分かります。ぜひ今もうやっただけでもうだいぶ温かいますね。もう暑いですね。暑いでしょ。あんな単純な何でもないこと、回数やることによって意味がある。ですから空手の方も意味が分かんなくてもですね、限界点までやるとね、なんかパカッとくるものがあるのと同じですね。実はそういう仕掛けがありますから、実際武道で型を作る人の気持ちがなかなかわからないでしょうけど、回数をやることに開ける、その単純な最初の一歩としてこのフルタマをやってみてください。よろしくお願いします。どうも先生ありがとうございました。